織田信夫のその後。どうする家康に学ぶ日本史。現在に続く織田家の始祖。織田信夫は小牧長久手の合戦で徳川家康と組みして羽柴秀吉と戦ったが、途中で不利となると家康には無断で秀吉と和睦している。織田信夫のその後を見ていこう。織田信夫は信長の次男として1558年永禄元年に生まれている。母は長男の信忠と長女の徳姫と同じ生駒氏である。信夫は幼名を茶筅と名付けられたが、信長は秀忠には奇名、徳姫には五徳というおかしな名前をつける習性があった。信長は生駒氏を愛し、3人目に女の子が生まれると子供たちが五徳のように仲良く育ってもらいたいという願いを込めて名付けたようである。しかし生駒氏は子供たちがまだ幼い頃に病死してしまう。信長は家臣たちには厳しく接したことで有名だが、自分の子供たちは案外甘やかせて育てたようである。信夫の名前の読み方については信夫とも信勝とも言われてきたが、近年では信夫と読まれることが多いようである。信長は伊勢を攻略して国司の北畠智則を下すと、元服した信夫を智則の婿養子にして名門の北畠氏を継がせている。北畠氏は村上源氏の血筋を引く名家で、妻となった姫は美しく年上で、信夫は姫を愛し次第に言いなりとなったようである。そのために隠居した北畠智則と娘が協力して信夫をコントロールして北畠氏を再興しようとしたようである。1574年天正2年、伊勢では長島一向一揆が激しくなり、信夫は信長に助けを求める。信長は8万の兵力を動員して降参してきた2万人の老若男女をすべて焼き殺している。さらに信長は一向一揆に北畠智則と信夫の妻が関与していたと疑い、2人を殺害させている。この事件を境にして信夫の心は大きく父信長から離れたようである。以後の信夫は人生の無常を思い知り、苦難を避けて自ら生き延びることを最優先するような行動をとっている。1578年天正6年、信夫は信長には無断で伊賀を8000余りの兵力で攻め、桃地丹波が指揮するわずか1500余りの忍びの者にコテンパにされ惨敗している。いわゆる第一次天正伊賀の乱である。信長は信夫の勝手な行動を叱責してしばらく謹慎させている。しかし信長は信夫を許し、3年後の第二次天正伊賀の乱では10万の兵士を信夫につけて大虐殺を行い、伊賀の国土は焦土と化している。1582年天正10年、本能寺の変が起こった時、信夫は伊勢の地にいたが、出陣はするものの中途で秀吉が明智光秀を討ち取ったのを知ると引き返している。織田家の後継者争いでも秀吉側についたり、
徳川家康を味方に引き入れたりと一貫性のない行動を信夫は繰り返す。信夫は小牧長久手の戦いでは家康と共に秀吉と戦ったが、不利となると家康には無断で秀吉と和睦している。尾張伊勢に100万石の領地を得た信夫だが、天下の実権は秀吉に簒奪されている。1590年天正18年の小田原征伐の後、家康が関東に入国すると、信夫はその丘陵に転封を命じられる。ところが信夫が拒んだために、秀吉は激怒、下野烏山2万石に減封されてしまう。さらに信夫は翌年には出羽秋田に入るとなっている。しかし信夫はすぐに詫びを入れ、翌年に許され、秀吉のおとぎ衆として大阪城に呼び戻されている。秀吉の死後は、信夫はいとこの淀殿の世話になって大阪城にとどまっていたが、密かに家康と通じていた。そして信夫は大阪冬の陣の直前に大阪城を抜け出し、東軍に組みしている。信夫は家康のスパイとして大阪城の情報を徳川方に流していたのである。大阪の陣でも徳川方についた信夫は大和上野に5万石を与えられ、子孫は江戸時代も大名として存続した。信夫はなりふり構わずに時代の荒波を生き抜くことに執着したのである。そのために織田氏の子孫は一般的には信夫の子孫を指すことになる。つまり現在に続く織田家の始祖が織田信夫ということになるのである。